川の、クレープとかもご用意してたりとか、他のクレープ屋さんにはない珍しいクレープやねって結構お客様にも言われるんですけど。バナナです。ありがとうございます。双子の卵のクレープで皆様に幸せをお届けします。こんな感じ。はい。2024年の11月25日のいい双子の日にオープンしました。で、双子の卵って普段こう出たらちょっと嬉しいじゃないですか。なんか小さな喜びを感じてもらえると思うんですけど、それで私たちのこのクレープを食べて小さな幸せを感じていただけるようになってもらいたいなっていうのが一番の思いではあります。なんかカフェラテでいい？粉も 3,4 種類最初オープン前の試作段階で結構取り入れてて、それもやっぱ2人の納得のいく味っていうのがなかなか見つからなかったんですけど、最後に取り寄せた粉がすごい自分たちの理想の味だったのでそれにするようになって、あとバターの分量とかもすごいこだわってます。保温ケースそうなんです。ね。保温ケースなんですよ。お客様とかにも全然もう迷惑がかからないようになってるので、はい。もう11時から19時までの営業なので、もう19時もぴったりまで営業したいっていう気持ちがあるので、もし生地が売り切れた場合はもう途中で仕込む形にはしてます。
フェンツールチョコを使用してあります。ピスタチオチョコを作ってます。リンゴもちょっとこだわってるというか、種類にちょっとこだわってて、何種類かの試したんですけど、コンポートにすると柔らかくなってしまうリンゴとかもあったので、すごいいい感じの食感が残るようなリンゴを使ってます。富士リンゴです。やっぱり富士リンゴが一番そうですね、理想のシャキシャキ感が残ったの、中に何だっけ、アールグレイ、大人のアールグレイっていう商品にも入れてます。そうですね、結構大人のアールグレイが一番人気の商品となってます。でも大人になってからの方がなんか一緒におることが長くなるにつれてなんか結構ハモり出しました最近。最近お正月に神社行っておみくじ引いたんですけど、こう取っていくおみくじで全く同じ大吉を引いたんですよ。もう全く同じおみくじが出ました。なんか番号も一緒で内容も全部一緒でした。すごかったね。すごかった。バターは四つ葉バター、北海道の四つ葉バターを使用してます。そうやな。これはダブル卵のハムチーズというお惣菜クレープの中に使います。多いかな。
まあ、今35種類メニューがありまして、まあ、メニュー数もすごい増やしていて、あとはなんか結構その他のクレープ屋さんにはない珍しいクレープやねって結構お客様にも言われるんですけど、まあ、甲子園クレープであったりとか、あと双子クレープっていう、1つの1枚の生地に2つのクレープ、2種類のクレープを作って巻き上げるっていうクレープがあるんですけど、まあ、そういうところをこだわってます。こんにちは。そうそう、で、閉店まで起きて、で、ブラブラして帰ってきたら、セタが1円。寝てないよね。出ましたよ。こちら10円とレシートです。ありがとうございます。店内でお待ちください。ありがとうございます。これと、ホットコール。こんにちは。動画はやっぱほとんど野球とですね。カメラマン。そう。この間ね、スカウトにしてました。レシートいいですか？ありがとうございます。いちごとバナナです。ありがとうございます。こちらがホットなカフェラテです。クラシコっていうか、クラシコって言ってたな。あ、すごい。チョコレートかけてお召し上がりください。チョコレートかけてお召し上がりください。ありがとうございます。なんかせっかくならこれと思って。
あるんや。うんうん。よく来られるんですか？家がこの近所なんで、甲子園住んでるので、何回来てるかちょっとわからなくなってきたんですけど。私は丹波篠山から来てます。なんか温かい雰囲気を2人が作り出してくれてはって、で2人の声と笑い声のハーモニーがすごく居心地がいいんですよ。コーヒーだけでもここに来るそうですね。例があるんで、コーヒーとっても美味しいです。今日は何頼まれてるんですか？今日は甲子園のクレープ。甲子園クレープ。甲子園クレープ。これアールグレーの茶葉が入ります。お待たせしました。大人のアールグレイです。ありがとうございます。黒蜜きな粉のアイス。28個もあったら覚えられへんから。双子クレープ、アーモンドホイップ、黒蜜きな粉入ります。こんにちは。そうそうそう。ほんなら髪をきれいに起こしてくれるっていう。何食べたかとか。でもこの場で書くのがいいんですよね。しばらくは。だからそのでも他の食べれないでしょ。あれ決まってるだけやから。はあ。ようにしようかなと。そうやね。双子クレープの組み合わせまず双子を。クレープ全部1名で食べたらそれがもう年賀状にできるから。いやだから言うのはなんかちょっと。いろんなみんな食べ方あるんです。クリスマスのやつは2つ限定。でも2つ食べちゃうとお腹いっぱいになっちゃう。やってもうたになるから。ちょうど帰ってよ。ここに調整できる。家ですね。別にお腹に関係なくご飯になるから。これがちょうど一つで2つ食べれるか10日ペースぐらいで来ればなんとか制覇できるかなみたいな。いやほんま最近ですよ。もう最初からじゃなくて。最初からじゃなくて、はい。最初のやつは。双子クレープの黒蜜きな粉アイスとアーモンドホイップです。お待たせしました。ありがとうございます。
緊張マックス。いや楽しくやったら仕事始める。すごい。ダブル卵のハムチーズです。熱いのでお気をつけください。ありがとうございます。これもさ見てからホワイトのショー3月いっぱいでなくなる。あ、やべなくない。あ、そうかね。告知してます。ホワイトのショー、佐々木京子どうするんでしょう。出るんですか。今日は京子が大好きなのか。今日は椿原さんが出てましたね。ああ、ちょっとね、もうちょっと待ってない。行ってない行ってない。うんうん。50いくつやけど、そうそう私らが若い時にバリバリじゃあ、スってしてたらやったら今回とかありえるかも。そうだから私も直接本人とね喋ったりとかいいけど。お客様大変お待たせいたしました。お待たせいたしました。ダブル卵のハムチーズのレモンの効いたチーズケーキでございます。いただきます。お待ちしてました。ありがとうございます。1450円でございます。アールグレイ2テイク入ります。私たちずっと小さい時からクレープが大好きで、高校生ぐらいからずっとクレープ屋さんに食べに行っていて、クレープが大好きすぎていつか一緒にクレープ焼きたいねって話をしてて、で高校生の時にクレープ屋さんにアルバイトにで働きました。リッパーダンが1階と3階にあって、姉が1階所属で私の妹が3階所属になりました。お客様とかも「ね、先ほどちゃん1回おらんかったっけ?」とか結構間違われてました。毎日働いてると思われてな、同一人物と思われてました。道路は歩道上に渡って道場に行かないといけない。体育祭も親もみんな。私はそのまま高校卒業してそこのリッパー団に就職する形で、ずっとクレープの道を極めてました。でこっちの妹は、私は高校卒業してからその製菓の専門学校に通ってお菓子の勉強をしてから一度ケーキ屋さんに就職したんですけど、アルバイト時代にそのクレープを作ってて、お客様に目の前でお渡しするお客様の笑顔が忘れられずに、やっぱり私もクレープ屋さんがいいと思ってクレープ屋さんに再就職しました。私は店長の後に教育担当といって、その関西の全店の、教育担当に進んで、なんか新店の立ち上げであったりとか店長とかの教育をしている役職に変わって、私はもともといたところの店長からまた違う店舗に転々と店長の経験を積んでいって8年間ぐらい店長を続けておりました。でその後妹が結婚することになって、私たちお店を出したいというその10代からの夢を諦める
形になって、私は結婚してからお店を退職してその夫の方に行ったんですけど、そこからまたそこの地でクレープ屋さんをもう一回探して、でそこで一度働いてたんですけど、また夫の転勤でこっちに戻ってこれることになったので、やっぱりその双子で夢をそのクレープ屋さんをするっていう夢をどうしても諦めきれずに、一度夫にその話をしたら、もう2人で夢を叶えたいんやったらやった方がいいってすごい理解のある言葉をくれたので、すぐに姉に連絡して、やっぱり2人でクレープ屋さんせえへんということですぐに連絡しました。もう前ずっと10代からクレープ屋さん一緒にしたいなっていう話をしてたんですけど、やっぱどうしても会社員として働いてたので、その会社もやっぱり大好きになった部分もあって、でやっぱ諦めてた部分があったんですけど、やっぱ妹からこうやって連絡があったので、もうすぐに行動に移してすぐに物件探しを始めました。お待ちしております。ごちそうさまでした。ありがとうございました。これ結構来てる。自家製リンゴのキャラメル。はい、自家製リンゴのキャラメルパン。髪切ったな、なんか。見えるな、なぎ。はい、ありがとうございます。なぎ一緒に食べよう。はい、チーズ。いただきます。焼きリンゴとキャラメルパイみたいなやつ。焼きリンゴとキャラメルパイ。なんかずっと気になってて、ここでなんかリンゴ仕込んでるとこ見とったんですよ。で店内でめっちゃいい匂いしとって、でずっと食べたいなと思ってたから今日初めっちゃ美味しい。どっちが目がさ当ててみ。
この日も同じ。うわ、同じの甲子園のやつ。まだちびコーヒーゼリー乗ってる。ちょっと食べてみる。苦いかもね。ママにさ、なんかここから見れるよ。はい、パン探探して。一番嬉しかったのは以前働いてたデパーダ時代に来てくださってたお客様がたまたまここに買いに来られた時にもしかして前デパーダで働いてたっていう風にお客様に言っていただいて、なんか雰囲気と笑顔で覚えてたって言ってくださったのが一番嬉しかったですね。印象的でした。すごく印象的だったな。お待たせしました。キャラメルブリュレです。抜けるかな。うまいな、ありがとう。お待たせしました。大人のエスプレッソです。
球のシーズンオフ中にやっぱりオープンしたこともあって、野球が3月4月から始まるんですけど、そのお客様の流れが未だちょっとつかめへんなっていうのがちょっとだけ悩みではあります。まあでも悩んでる中でもな、やっぱりこの忙しい店舗で働いてたのもあって、結構そのお店を回すのがすごい楽しみなのですごい早く忙しくなってほしいなっていう気持ちがあります一番はやっぱり双子でずっと仲良く営業を続けていきたいなっていうのが一番なのと、あとはやっぱり地域の方たち、西宮の地域の方たちに愛されるお店っていうのを一番目指しています双子の卵のクレープで皆様に幸せをお届けしますアーモンドハイプです。お待たせしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。